ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、昨日のギルド戦で発生した、興味深い案件をご紹介したいと思います。事前に断っておきますが、カーク信者は、この動画の登場人物が何を考えていたのか、ある程度は理解できています。また、この動画の登場人物の判断を批判するといった意図は一切ありませんので、その点だけはご了承ください。あくまで、情報の共有を目的として、この動画を制作しています。さて、3日目のギルド戦が終了した時点で、カーク信者のギルドは、シルバーリーグで1位を保っています。このまま順調にいけば、今週末の昇格戦で勝利して、来週からは、ゴールドリーグに戦いの舞台を移せそうな雰囲気になってきました。そのような状況の中で、昨日のギルド戦において、どうして負けたの？と驚いてしまう出来事が発生しました。この画像を見ていただければわかると思いますが、カーク信者は、このような対戦になって、テルさんが勝利することを想定していました。しかしながら、実際の戦闘ログを見ると、このようなチーム編成でテルさんは戦い、そして敗北したのでした。おいおい、どうしたら、こんなチーム編成で戦おうと考えるのかな？普通にヤスミンとセレステを採用したままのチーム編成で戦えば、勝てた試合だったと思います。テルさんのヤスミンとセレステのパワーは、2人分の合計で16万6000ほどあるので、1人当たりでも8万3000のパワーを持っています。その、ヤスミンとセレステを起用せずに、4万ちょっとのパワーしかない、ヨルガンとセバスチャンを使わなければならないほどの理由があったのでしょうか？敵チームにヘリオスが含まれているのなら、ヤスミンの起用を見送る判断は適切だと思いますが、打たれ弱いセレステを倒せば、決して負けるような試合展開にはならないはずです。敵チームの考察をするよう。敵チームのアスタロス、マヤ、ヨルガン、セレステ、マーサ、アクセルの組み合わせは、かなり手強いチームと言えます。実際に、カーク信者も一昨日のギルド戦において、総合パワー64万7000のカーク信者が、この組み合わせの総合パワー52万のチームに敗北したくらいです。それくらい、昨日のテルさんが対峙した対戦相手のチームは、バランスが良い組み合わせなのです。テルさんもそのことをおそらく知っていたのでしょう。より勝てそうなチーム編成で戦いを挑もうと苦心したのだと思いますが、あまりにもパワーが低すぎるヒーローを選択したのは、間違いだったと思います。まあ、勝てば官軍というように、この試合に勝っていればよかったのですが、負けてしまったので、本人が一番驚いたと思いますけどね。この映像は、カーク信者が同じチーム編成に負けた際の映像になります。実はこれ、おとといの火曜日のギルド戦なんです。つまり、テルさんは、カーク信者が火曜日に同じチーム編成にボロ負けした記録を見て、敵チームのバランスの良さを知っていたのでしょう。だから、あえてセバスチャンを起用して、敵のヨルガンのスキルを封じ込めようと考えたのだと思います。じゃあ、カーク信者が原因じゃん？このことからも、敵チームのヨルガンが、絶妙なタイミングでスキルを発動してしまうと、こちら側がスキルを全く発動できなくなることがあるというわけです。テルさんは、おとといのカーク信者の敗戦を見ているので、同じ鉄を踏まないようにと、ヨルガンとセバスチャンを起用したのでしょう。ただ、いくらセバスチャンがヨルガンのスキルを封じ込めると言っても、4万パワーでは、力不足だったということです。このように、起用するヒーローの組み合わせは正解でも、極端にパワーが低い場合は、注意が必要ということです。話をまとめるよう。ヨルガンは、本当に優秀なヒーローです。視聴者様の中にも、敵チームにヨルガンがいると、嫌だなと思う人も多いはずです。しかしながら、今回のケースでは、ヨルガン対策に起用したセバスチャンがあまりにも弱すぎたことが、この試合の敗因になったと思われます。
視聴者様も、マヤとセレステとヨルガンの組み合わせと対戦する際は、注意するようにしてください。ヒーローウォーズって、本当に面白いですね。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、セレステ、マヤ、マーサ、ヨルガンチームを見直した人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。